皆さんこんにちは。ポッドキャストを聞いていただきありがとうございます。このポッドキャストでは日本語を勉強している方に日本の文化や私の日常をリアルな日本語でお届けしています。日本人がどんな言葉を使っているか聞いてみたいという皆さんのリスニングの練習としてぜひ聞いてください。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。日本はだんだん寒くなってきました。平日の朝は毎朝寒さと眠気との戦いです。さて今日のテーマは会社員である私らしく日本の会社員の一日についてお話ししていきます。朝の通勤から夜の残業まで日本の会社員がどのように働いているかについてお話をしていきます。ではまず朝の通勤からです。日本の会社員の一日は朝早く始まります。例えば朝7時や8時に家を出ることが多いです。それは何ででしょう。答えは通勤電車がとても混むからです。朝の電車はラッシュアワーと言われて、特に大都市ではぎゅうぎゅう詰めになります。駅では駅員さんが押し屋として電車に人を押し込む姿も見られます。これに驚く外国人の方も多いですよね。そんなぎゅうぎゅうの電車ではスマートフォンを見て過ごしたり、イヤホンで音楽を聴いたり、あとは本を読んだりして過ごす人が多いです。そんな通勤ラッシュの中で会社員たちは頑張って会社に向かいます。私も7時ぐらいに家を出てぎゅうぎゅうの電車に1時間ぐらい乗って会社に向かっています。毎日ちょっと大変です。さて会社に到着した後は朝はどんな活動をするでしょうか。ほとんどの日本の会社では9時から仕事が始まります。でもその前に朝礼というミーティングをするところもあります。朝礼では今日の仕事について確認をしたり、会社の方針について話し合ったりします。会社によっては始業前に出勤のためのタイムカードを押してから仕事を始める場合もあります。そして9時から始まる朝礼ミーティングに参加をして前日の振り返りと今日の仕事について確認をします。そしてミーティングが終わったらメールや社内連絡ツールに届いているメッセージを確認します。メールのチェックまで完了したら自分の活動を開始します。資料を作成したり、その他の社内ミーティングに参加したりと、午前中の仕事がそれで終わります。で、午前中の仕事が終わったらお昼休憩です。お昼は会社員にとってリフレッシュをする時間です。多くの会社員は会社の近くにあるレストランやカフェでランチを食べます。ランチタイムには日替わり定食というお得なセットメニューが人気です。ご飯やお味噌汁、お魚やお肉などがセットになっているバランスの良い食事が楽しめます。地域にもよりますが1000円ほどで食べることができます。また忙しい日はコンビニ弁当を買ってオフィスで食べることもあります。コンビニにはおにぎりやお弁当、カップラーメンなど様々な食べ物が売っているので、気分と時間に合わせて選ぶことができます。私は出費を抑えるためにお家で作ったお弁当、ランチボックスを食べることが多いです。オフィスにはレンジがあるので、お弁当を温めれば作りたてみたいな温かいお食事ができます。お料理好きの方はお弁当を持っていくのもいいかもしれないですね。
さて、お昼休憩が終わると午後の仕事に入ります。午後になると会議が始まることが多いです。日本の会社では会議が多いと言われてます。大きな会議室でみんなが資料を持ち寄って意見交換をしたりします。ただ最近ではオンラインのミーティングなども増えているかなと思います。そして日本の会議のスタイルは議論というよりも情報を共有する場所であることが多いです。話す人は限られていて、他の人はメモを取っています。ちょっと講義スタイルみたいな感じですね。また午後は取引先との商談をすることもあります。これはビジネスの話をするためのミーティングです。取引先を訪れるときは名刺交換が重要なマナーの一つです。私の仕事はミーティングが基本的にオンラインであることと、少しフランクなやり取りが許されているんですけど、一般的には商談の際にはいくつかのビジネスマナーがあるので、事前に調べたり上司に確認しておくといいかなと思います。さて、午後の仕事も終わって退勤の時間が近づいてきました。日本の会社員の生活でよく話題になるのが残業です。残業とは定時の後も仕事を続けることです。例えば6時に仕事が終わる予定でも、やらなければいけない仕事がまだ残っていると会社に残って仕事をします。最近では働き方改革が進んで残業を減らそうという働きもありますが、まだまだ残業が多い会社もたくさんあります。私の部署は残業を減らそうという目標を掲げているので、残業せずに帰ることもできます。私はだいたい1日30分ほど残業して帰る日が多くて、お家には8時頃に着きます。でも役職によっては遅くまで残っているっていう方もいます。1年で仕事が最も忙しい時期の繁忙期には夜の9時まで残ってたという話も聞きました。なのでこの残業は結構人によるかなと思います。それと夜遅くまで仕事をした後ですね、お家にすぐ帰る会社員もいれば、同僚と一緒に飲みに行く人もいます。これを飲み会と言います。お酒などを飲みながらお互いの気持ちを話し合うことで仕事がスムーズになることもあるみたいです。でも最近は若者があまり飲み会を好まないという傾向にあるみたいで、飲み会の開催が減っているという会社もあるみたいです。ちなみに私はあまり参加しない派です。でも飲み会やイベントなどが好きな方は、飲み会のおかげでコミュニティが作れたり、あとは仕事上で助け合えたりするので、ぜひ参加してみるといいかなと思います。では今日のお話はここまでにしようと思います。今日は日本の会社員の一日についてお話をしました。日本の働き方には面白いところも大変なところもありますよね。皆さんはどの部分が一番印象に残りましたか？また皆さんの会社では、皆さんの国では会社員の一日はどんな感じでしょうか？朝の通勤やお昼の休憩、あとは残業などですね、日本の会社員の生活と似ている部分だったり違う部分があればぜひ教えてください。では最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。